おはようございます。今はなんとですね12時52分っていう全然もうなんか朝でもないよっていう時間なんですけども、ブレックファストタイムです。お腹減ったんで食べます。これでコーヒーを飲みたいと思います。あ、すごいなんか魔術師みたいになってる。細っ。はい、さっきちらっと思い出したのがね、やっぱりロサンゼルスのことなんですけど、ロサンゼルス行った時の早い者勝ちでパッて出てきたちょっとキャラ濃すぎる男性陣を喋りながらご飯食べたいと思います。まずね、これ多分ストーリーにもその当日の日かな載せてた気がするんですけど、まだアメリカに着いてすぐの頃に私ね、あれは学校の放課後だったのかな異様な雰囲気の、お兄様がいて、彼のテーマは鳩使いヒップホップ系お兄さん大丈夫ワイちゃん。とりあえず常夏のロサンゼルスだから分かるんだけど、白いタンクトップで結構ゴリゴリにマッチョだったのね。普通にかっこいいの、なんかスタイルも良くてモデルさんみたいなんだけど、なんかいつのパンだろうみたいな、すごい適当な袋に入ってるパンをこうやって持ってて、片手に節分みたいな感じでなんかもうすっごい投げてるの。とりあえずパッパッって振りまける日本の公園みたいにそんなに鳩っていないと思うんですけど、もう彼の周りだけホームアローン出てくる鳩使いのおばさまいるじゃないですか、公園に。あれの大体3分の1ぐらいの鳩を引き連れてバサバサバサオーラのようにバサバサバサって周りに飛んでるの、鳩が。これのダッチぐらいな感じでもうこうやってパン投げてて、なんかすごい動物愛護家の方なのかなみたいな感じでこうやって見てたら、すごい目が合っちゃってってなってたらすごいね、自分の筋肉がすごいアピールポイントなんだろうね。初めてすぎて、その経験が。他の国に行ったことあるけどもまずいないじゃん、やられたことないからどう反応していいか分かんなくて、も本当にニコって一瞬みたいな感じでもうすぐ去ってしまったんだけど、あの人はなんか大物になる雰囲気を感じたよね。なんか私のことをついてくれててそういうことをやったとかじゃなくて、多分本当になんかもうみなぎってるんだと思う。自分のなんかその自己愛引くとかじゃなくて、なんかもう衝撃、カルチャーショックでした。それは彼のね、なんか姿形は結構覚えてる。次にそうだなバス停で私結構置いてけぼりを食らうことが多くて、というのもなんかロサンゼルスのバスは適当なんだよ、時刻表が多分。で一応この時間に来るよみたいなのあるんだけど、なんで Google マップでもバス終えてないんだよね。多分自由すぎるんだろうね。Google でこう見て、じゃあちょっとゆっくり歩いても大丈夫かなって思ってドーンって行っちゃうみたいなのが普通だったんだよね。だからもう結構余裕を持って10分前ぐらいにバス停待ってても30分待ってやっと来ましたみたいな時も全然あったの。だからもうその日も多分ね、目の前でバス行っちゃってってなって、ウーバー呼ぼうかなどうしようかなって迷ってた時に、その日はねメガネをかけてたの。多分今あるんだよ。これをねこういう感じでこのメガネをかけてたの。その日はなんか とりあえずメガネ気分だったんだよね。すごい埃かぶってる。それで待ってたらなんかね、おじさまくらいの年齢かなの方が私の前をこう行ったり来たりして 2,3 回往復してて、なんかここら辺で迷ってんかなって思ったら、なんかねバス来る3分前ぐらいに急にバッて私の前現れて、朝からだよ You're really sexy みたいな。でよかったら僕の車乗らないかって言われたの。なんかそのバスを多分私がだいぶ待ってるのを把握してくれてたんだろうね。俺の車乗るかわーだよね。朝だよ。朝だって8時前ぐらいからさ、そんな公の場でさナンパされることまず日本でないし、ナンパ自体がまずないからさ、すごいなおじいさんって思ったけど、普通に「Thank you, the bus is coming so」って言って普通に断るよね
いや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 みたいな。だから気をつけね、結構日本人とかわかんないけど、とりあえず声かけられやすいから気をつけましょう。そう、とりあえずその2人はね衝撃的だったよね。どう思うして地下鉄とかメトロだっけ、メトロステーションとか使ってたらやっぱすごい話しかけられたかも。すっごい席がいっぱい余ってるのに、なんかボンって隣に座ってくるおじさんとかで、なんかすっごいこう、もうなんかなんだろう、顔かじりに来てんのかなっていうくらいすごいこうやって覗き込む人とかもいたり、ちょっとメトロは少し治安があんまり良くないかな。喋りすぎてて普通に冷めてるよ。鳩にパンをあげてる優しい人がいて、男の人がでパッてこっち向いてから両拳をこう見せてきて、イエーイみたいな、かっこいいだろみたいなアプローチがね独特ですよね。